ララースンは、テレビアニメ、機動戦士ガンダムなどに登場するキャラクターです。ニュータイプと呼ばれる、認識能力が研ぎ澄まされているパイロットで、作中では、ララー専用モビルアーマーの MSN-08 エルメスに登場して活躍しました。そして、その類まれなる能力から、アムロとシャアに大きな影響を与えた人物でもあります。今回は、そんなララーの人生について解説させていただきます。ララーは、宇宙世紀0062の11月21日サイド5生まれで、作中で活躍する際の年齢は17歳とされています。ララーは、インド系の褐色の肌をしていて、額にヒンドゥー教徒の既婚女性がつけるビンディと思われる赤い装飾品を身につけています。書籍、機動戦士ガンダム、ベータガンダム、キャラクター列伝によると、スン家は、東洋の流れを組む家系で、幼少の頃から予知能力を発揮していたという話もあります。また、出身は媒体によって異なっており、スペースノイド説とアースノイド説の両方があります。17歳になったララーは、ある日、ジオン公国軍のシャアーズナブルによって、その能力を見出され、同じく、ジオン軍のニュータイプ研究所であるフラナガン機関に預けられました。そこで、ニュータイプとパイロットとしての訓練を経て、シャアと共に地球連邦軍と戦うことになります。軍内での階級は少尉ですが、ジオン軍人ではなくフラナガン研究所からの出向という扱いなので、少尉待遇というのが正しいようです。家族構成は作品によって異なりますが、娼婦として働いたり、賭博のイカサマでお金を稼いだり、テレビ版では私みたいな、という自分を卑下するような物言いをしており、いずれもあまり裕福ではない出自のようです。また、ララーは、ニュータイプとしての能力が極めて高く、地球連邦軍の猛攻で陥落した宇宙要塞ソロモンにゲリラ戦を仕掛ける際には、初陣で2隻の戦艦を撃沈しており、姿を見せずに攻撃を加える姿から、ソロモンの亡霊として連邦軍から恐れられていました。そんなララーの生い立ちについて、まず、テレビ版では、出自がはっきりと語られてはいません。しかし、私のような女を拾ってくださった、救ってくれた人のために、私は戦っている、などというセリフから、シャアと行動を共にするまでは、過酷な人生を歩んでいたのだろうと推測できます。そして、本編では、シャアに力を見出され、ニュータイプとして活躍していきます。次に、富野義行氏による小説版機動戦士ガンダムでは、サイド5ルーム出身の戦争孤児で、流れ着いたサイド6で、貧しい暮らしをしているところをシャアに助け出されたという設定になっています。フラナガン機関に預けられてからは、テレビ版と同じ経緯をたどりますが、小説の中には、少女であったララーを、シャアが女にしたというような記述があります。ちなみに、テレビ版では、描写から、シャアと肉体関係を持っているように見えるものの明確に描かれているわけではありませんが、シャアの声優である、池田修一氏が、ララーとシャアの関係について富野氏に尋ねた際に、男女関係にあると思っていいと言われていることが明かされています。次に、同じく、富野氏の小説、密会アムロとララーについてです。この作中では、ララーはインドのガンジス川畔にある高級士官のための売春宿であるガバスで娼婦として生きていて、この商館で少女から女になります。この商館では月に 3,4 人程度の相手をすれば十分に生きていけたようで、戦時中のインドでの生活としては比較的恵まれていたのかもしれません。とはいえ、ララーは商館から脱走を試みたこともあったようです。そこへたまたまシャアがやってきて、高額のお金を支払ってララーを身請けし、以降はテレビ版と同じ経緯をたどります。最後に、機動戦士ガンダムジオリジン版についてです。オリジン版でのララーの家庭は、両親が生きていて大家族です。しかし、生活は貧しいものだったようで、家族への仕送りのために出稼ぎに出ており、ニュータイプの能力をカジノ嵐に利用されていました。上手なディーラーは、デネや当たり外れなどをコントロールすることができるので、その思考を読んでいたというわけです。そんな生活をしているところにシャアがやってきて、遠いところへ行こうとララーを誘い、宇宙に上がります。そこからは、他と同じく、テレビ版の経緯をたどります。このように、同じ機動戦士ガンダムの同じ時代を扱っても、作品によって、ララーの出自は大きく異なっています。そんなララーの活躍としては、テレビ版第34話で初めて登場し、この時、アムロレイと出会います。
ララーはサイド6の湖の近くのコテージのテラスで椅子に座って飛んでいる白鳥を眺めていました。アムロがララーと話をしていると頭に言葉がよぎるという不思議な体験をします。しかしアムロが想像した言葉とララーが実際に発した言葉は少し異なっていました。その後ホワイトベースがサイド6を出港し、ジオン軍少将のコンスコンの率いるチベと12機のリックドムに襲撃された際、放映されているニュースにガンダムが映っていないにもかかわらず、白いモビルスーツが勝つわと見事に言い当てており、ララーのニュータイプの能力が垣間見えます。またその後も37話でテキサスコロニーで私と同じ人がいるのかしらとコロニー外にいるアムロのことを感じたり、戦闘中のアムロに思念でメッセージを送っていて、アムロとララーはお互いの名前を感じ合っています。39話でエルメスに登場すると、連邦軍に占拠されたことでコンペイトウと名を改められた宇宙要塞ソロモンに集結しつつある連邦軍の艦隊に対して、搭乗者の脳波で小型のビーム砲座を無線遠隔操作するビットを用いて次々と戦艦を撃破し、連邦軍からはソロモンの亡霊として恐れられることになります。その際連邦軍側の戦艦クルーやモビルスーツパイロットはどこからともなく聞こえてくるラという言葉を感じ取っています。しかし超長距離でのビットの使用はパイロットの脳に大きな負担を与えてしまうため、操作可能範囲を狭めています。そのため戦闘未経験のララーはビットの操作に集中するため護衛をつけなければならなくなりました。その後同じニュータイプとしての素養を持つシャリアブル大尉と出会い、なるほど、ララー少尉からは何かを感じます。力のようなものをと言わせています。40話では初めて実戦を経験します。護衛2機をつけての初陣でしたが、護衛がララーの能力を見て自分たちとの差に愕然とし、護衛をやめてしまったことでビットのコントロールに不具合が生じてしまいます。しかしシャアが援護してくれたことで事なきを得ました。なお後に護衛のバタシャムはバカバカしくなったと弁明しています。その後ララーとアムロが快適することになりますが、アムロが遠距離からシャアを狙って狙撃をした際に、ララーはそれを察知してビットを操作し盾にすることで何とか守っています。そしてララーはシャアに対して引いてください、危険です、どいてください、邪魔ですと警告しますが、シャアはこれを聞かず戦闘を継続。アムロとララーは互いを感じ合いながら戦闘を継続しますが、シャアが被弾していたこともあって途中で撤退しました。この回でララーは合計4隻の戦艦を沈めており、いかにニュータイプが人知を超えた力を持っているかがよくわかるようになっています。41話では出撃前にシャアが自分よりもララーの方が優れていると認め、ララーの命令に従うと言いました。この場面からララーとシャアが特別な間柄ということがわかります。戦場でアムロと会敵した際にはビットでの狙撃を行いますが、覚醒したアムロにその多くを破壊されてしまいます。そして戦闘中にお互いの存在をはっきりと認識し、精神的につながりながら少しずつ分かり合っていきます。しかしそれに気づいたシャアが会話を遮り、再びアムロに挑みます。激しい戦いの中、アルテイシアの存在に一瞬の隙を見せたシャアにアムロが攻撃を仕掛けますが、それに気づいたララーはシャアをかばい、攻撃がコクピットに直撃。エルメスが爆散する説が、人類が分かり合える可能性を感じたララーは、人は変わっていくので私たちと同じように時が見えるとアムロに伝え散っていきました。それを見たアムロは取り返しのつかないことをしてしまったと嘆き、シャアはコクピットを叩きつけながら悔しがるのでした。このようにララーはアムロにとって突然現れた心を通わせられる唯一の人であり、シャアにとっては愛する人である一方で、ニュータイプとしての覚醒を含めて自分をさらなる高みへ連れて行ってくれる人でもありました。ララーの死は今後2人にとってトラウマとなり、2人の戦いも単なるライバルから1人の女性を背景としたものに変わっていきます。このようにアムロとシャアに大きく影響を及ぼしたララーですが、オリジン版では細部で違いが見られます。まずシャリアブルと初めて出会った時に2人は言葉を交わしていません。2人で見つめ合ってはいるものの、シャリアの額には汗が描かれており、直感的に
ララーの奥深さを感じさせるような雰囲気を醸し出しています。テレビ版では、いい力をお持ちのようだとララーを肯定するような表現がされていますが、オリジン版では、より一層ララーに底知らない力があることを感じ取っているようにも見えます。なお、オリジン版では、シャリアは自分の実力を示そうと躍起になりアムロに撃墜されているので、ララーの力により自分の地位が容易に脅かされる危険性があると感じていたのかもしれません。また、ララーがエルメスで出撃する前にシャアとキスをするシーンがありますが、テレビ版では通路を誰も通らないのに対し、オリジン版では出撃前の兵士たちが何人も通っていてキスシーンを目撃しています。中には振り返って驚くような表情を見せる兵士も見られます。オリジン版のシャアはララーと恋愛関係にあることを別段隠す必要はないと考えていたのかもしれません。その後、ララーがガンダムにコックピットを貫かれて爆散する流れは変わりませんが、シャアをかばうまでの描かれ方が少し違っています。テレビ版では G ファイターをシャアが撃墜しようとした時に登場しているのがセイラだと気づき、一瞬の隙を見せてしまったことからガンダムに決定打を受けてしまう流れです。一方、オリジン版ではアムロの次期のシールドをおとりにするという戦法にはまってしまい、その際に生じた隙を突く形で決定打を受ける流れになっています。また、テレビ版ではエルメスが爆発する前の時が見えるというセリフの後に、今はお休みという夢に関する挿入歌が流れるのに対して、オリジン版では愛についての詩が添えられています。誰が発したかは明言されていませんが、文脈的にはララーが戦場で敵として出会ったアムロに対してシャアよりも早く出会い心を通わせたかったという気持ちと、シャアに対してもっと時間をかけて愛を育んでいきたかったという気持ちの両方が含まれているのかもしれません。他にシャアの私を導いてくれというセリフを発するタイミングも違っています。テレビ版はララーとアムロの会話を遮った後にセリフを発していて、勝つために力を貸してくれという意味合いで言っているように感じられます。当然この時ララーは返事をしていますが、アムロとの電話の直後であったためにぼーっとしていました。一方、劇場版とオリジン版ではララーが撃墜されてしまった後に神頼みをするかのように独り言としてセリフを発しています。なお、ララーは死してなおアムロとシャアの心に強く残る存在になったからか、SD ガンダムシリーズではビームサーベルが額に突き刺さったままの状態の亡霊の姿で登場し、アムロやシャアをたたったりからかったりする場面も見られます。外伝のナイトガンダム物語ではサタンガンダムの手下で敵役として登場し、フラウ姫をモンスターの姿に変えてしまうなどしてプレイヤーを苦しめました。また、機動戦士ガンダム以降は直接登場しないものの、機動戦士ゼータガンダムではシャア、元イクワトロ・バジーナが主人公のカミーユビダンに対してアムロやララーのような感覚を感じていたり、宇宙に上がろうとしないアムロに対してララーに会うのが怖いのかと言葉を発していたり、二人の行動がララーに大きく影響を受けていたことがわかります。機動戦士ガンダム逆襲のシャアでは、アムロは夢の中でララーに会っていて、シャアは何度も寝言でララーとつぶやいており、ララーがいかに二人の運命に大きな影響を及ぼしているかがわかるようになっています。余談ですが、機動戦士ガンダムでララーの声優を担当したのはハン・ケイコさんですが、公式のパロディアニメガンダムさんでは娘のハン・メグミさんがララーを演じていて、親子で同じ役を担当されています。また、母のハン・ケイコさんはガンダムさんのナレーションも担当されているので、親子共演作でもあったりします。最新作のジークアクスではまだララーの姿は確認できませんが、シャアが消える前に謎の第三者と話をしているので、もしかしたらそれがララーなのかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。